皆さんこんにちは、ケイタビです。私たちは愛犬2匹と旅行するためにこの軽キャンピングカーキャビン2ミニベースを購入し、3ヶ月が経過をしました。この3ヶ月間実際に使用した結果、思っていたことと違うな、こんなはずではなかったなと私たち個人が感じた感想をデメリットとして3つご紹介いたします。今回私の軽キャンピングカーをサンプルにし、デメリットとしてお話ししますが、決してこのキャンピングカーだけのデメリットではなく、全ての軽バンに共通することです。これからお話しすることは、キャンピングカーショーでビルダーさんから発言されることのない貴重な情報で、実際に車中泊をしてみないとわからないことばかりです。軽キャンピングカーを検討している方、キャンピングカーの DIY を検討している方、必見です。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。私たちが一番こんなはずではなかった、思っていたことと違うなぁと感じたのは、この 12V クーラーです。今キャンピングカーのクーラーといったらこのワンクール21ですよね。多くのビルダーさんがこのワンクール21を設置しています。今年の猛暑でも十分すぎるほどの能力があり、休憩時や愛犬を短時間この車内で待機させるときはかなり役に立ちました。でも実際こんなはずではなかったなぁと感じたことは、このクーラー、ファンの音が異常に大きすぎるため、このクーラーをつけて夜就寝することができないのです。ファンの音を大きいと感じるのは個人差がありますが、私たちの個人の感想としてはとてもうるさいと感じました。では実際エアコンを稼働してみたいと思います。量を上げてみます。人間が安眠できる騒音のデシベルは約40デシベルと言われております。実際このエアコン、最小の風量で何デシベル出ているか、こちらのスマホの騒音計で測定してみたいと思います。現在風量は最小であります。約52デシベルですね。マックス85デシベル、平均で68デシベル。スマホの参考チャート今見ていますが、52デシベルと言いますと静かな道路ということですね。安眠できるのは約40デシベル、かなり高いと思います。エアコンの設定温度は今11度、室内の温度は22.5 度と表示されています。それですね、この設定温度を室内の温度まで上げてみて、ファンの音の大きさどう変わるか確認してみたいと思います。はい、設定温度が車内の温度以上になりました。それではこの状態でファンの大きさどのように変わったか測定してみたいと思います。はい、51デシベルですね。エアコンの設定温度を車内の温度まで上げたとしても、このファンはですね、ずっと回りっぱなしであります。キャンピングカーショーのイベント会場は広く、かなり騒音もありますので、12V クーラーのファンの音までですね、確認することができませんでした。ワンクール21、12V クーラーを検討している方、実際に皆さんデモカーを借りてですね、実際に車中泊をしてみて、このファンの大きさが自分たちのこのエアコンが使用できるかどうかをですね、確かめる、確認する必要があるかと思います。2番目にですね、使いづらいなと感じたことは、このマット下の収納がですね、非常に使いづらいということです。この問題は、収納スペースが限られている、軽キャンピングカーにとってはですね、非常に大きな問題だと思います。キャンピングカーショーでは分からなかったことなんですが、このマットをですね、外す作業、中からですね、物を取り出す作業、
このマットをですね、また収める作業というものがですね、非常にですね、大変だと感じます。このマットの上にはほとんど、荷物がありませんので、今の状態ならばですね、作業は比較的、簡単にできるんですけども、私たち夫婦と愛犬、また荷物等がありますとですね、この作業というのはですね、非常に、苦痛に感じます。またですね、この下に、冷蔵庫もありますが、この冷蔵庫もですね、このマットを、外して、この中のものをですね、この冷蔵庫の蓋を開けるということになりますが、ご覧のようにですね、なかなか開けることができないんですね。冷蔵庫、使用頻度がかなり低いです。残念ですね。収納はですね、上部にあった方がですね、物をですね、取り出しやすいですね。通信販売で、簡易的にですね、天井収納できるこのような、マットを売っております。このようなマットをですね、設置するだけでもですね、簡単にですね、収納することができます。とても実用性があるかと思います。では3番目。このフラットな、マットの状態から前へ降りるとき、これがですね、非常に困難であるということであります。この後部座席にはですね、こちらのですね、大きなスライドドアと、リアの、ハッチ、前あります。リアのハッチから、外へ出てみたいと思います。トレイは車内からこのドアを開けることができないので、外へ出ることができません。中泊時、時と場合によってはですね、このリアから、乗り降りしたい時はありますよね。もですね、もちろんハイエースのようにですね、このリアからですね、外へ出られるものと、思い込んでおりました。車中泊時の行動範囲が、狭まってしまい、非常に、残念なところであります。はい、次はですね、このサイドのドアからですね、車外へですね、出てみたいと思います。このようにですね、靴が横になってしまったりですね、乗り降りがですね、非常に、困難なんですね。この車内へ乗り込んでみたいと思います。乗り降りが困難な理由は、このマットから、この地面のまでの高さ、この高さがですね、かなりあるんですね。それで、降りるときにですね、ここのステップを利用するんですけども、このステップの幅がですね、非常に狭いということで、うまく上手に使えないということですね。ここで私たちが乗り降りしやすいように用意したのが、この踏み台になります。ちょっと組み立ててみたいと思います。はい、組み立てるとこんな状態になりますね。これをですね、ここへ設置します。このような状態になります。先ほど私が申し上げた、ここのですね、スペースが狭かったんですが、この踏み台はですね、ここのステップとですね、この踏み台の上部がですね、同じ高さでありますので、乗り降りするときにですね、ここのスペースを大きく使うことができます。よってですね、乗り降りが非常にしやすいということになります。では実際にですね、乗り降りをしてみたいと思います。い
かがでしょうか。ステップもですね、2段になっておりますので、無理なく乗り降りをすることができます。このようにですね、簡単に折りたたむことができますので、コンパクトになりますので、収納にもですね、非常に困らないということで、あります。いかがでしょうか。打ち追い出したらですね、キリがありません。今ある課題をですね、改善し、使いやすくすることが必要ですよね。ご視聴の皆さん、私たちはこのように改善をしました。このようなグッズがですね、とても便利ですというものがあればですね、ぜひコメントをいただきたいと思います。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。